松笠焼きと若狭焼きというはい、本日はこちらアマダイですね。たびたびね動画にしている魚ではあるんですけれど、今日はアマダイの松笠焼きを紹介しようかと思います。まずはねこういった形でヒレをハサミで切り取っていきます。これはね赤アマダイという種類のアマダイでして、他に白アマダイ、白川と呼ばれるね高級なアマダイですとか、あとキアマダイっていうね、キアマダイはねちょっと市場での評価は低めではあるんですけれど、水っぽいアマダイだとか、主にねその3種類がアマダイは流通に乗りますかね。今日紹介する料理は松笠揚げという鱗ごと食べるね焼き物を紹介しますので、鱗は取らずにたわしでアマダイの表面のぬめりを落としていきます。アマダイの鮮度の見分け方はしっかりと体表にぬめりのあるものと、なんとなくねぬめりのないものの方が新鮮な気はしてしまうんですけれど、こういったね魚自体がそもそもぬめりに覆われているものはしっかりとぬめりが残っているというのが一つ鮮度を見分けるポイントではありますかね。魚の表面のぬめりを落としましたら一度水洗いします。で魚を持つ時ってね、こういったぬめりのある魚は口を持つと持ちやすいんですけれど、アマダイの場合はね結構釣り物が多いので口に釣り針が残っている場合もありますんで、こういったね口を持って作業する際は、気をつけて持つようにしてください。ここから鱗付きのままアマダイをさばいていくんですけれど、たわしでこすっただけだとどうしてもね表面にぬめりが残りやすいので、軽くね塩をまぶしまして、もう一度たわしでこすって水洗いをしてから作業していきます。はい、そうしましたらこれね再び水洗いして魚をさばいていきます。ここからアマダイをさばいていくんですけれど、アマダイのさばき方は他のお魚と同様に、胸びれと腹びれをつなぐラインで頭を切り落として、そこから切り落としまして、へそから包丁を入れ腹を開いて内臓を取り出して、ここの腹膜に1本包丁を入れまして、血合いをきれいに洗い流すと。そうしましたらここからアマダイをさばいていくわけなんですが、アマダイという魚はね鱗付きでおろす場合は特になんですが、鱗が硬くて、あとね骨も結構硬い魚なんですよ。ただ身自体は水気が多くて柔らかいという、結構おろすのは難しい魚だとは思いますかね。基本的な作業は他の魚の三枚おろしとさして変わりませんので、手順をしっかり守ってね丁寧におろせば綺麗におろせるのかなと。お腹に切り込みを入れてこの中骨のラインまで包丁で切り進めますと。身を反転させて背中から包丁を入れていくと。この際にね当然ここは鱗で覆われているのですんなりとは包丁が入らないので、最初のね一立ち目だけは多少鱗が剥がれてはしまうんですが、少し右手に力を入れて最初の一立ち目を入れていくと。鱗付きでね料理をするのでなるべく鱗は剥がしたくはないんですが、この際のね一列は鱗が剥がれてはしまいますかね。鱗付きで調理をするので皮目には強めに火を入れるので問題ないんですけれど、皮目に強く火を入れる分こちらのね身の方には弱めに火を入れて調理していくんですよ。取れた鱗がこちらのね内側に入り込んで身に残ってしまうと非常に食感の悪い、口の中でね生焼けの鱗が残るような
仕上がりになってしまいますんで、一太刀入れる際に剥がれた鱗が、身の中に残らないように、包丁にね鱗が残っていないかを確認しながら作業を進めてくださいと。先ほどねちょっとお話しした通り、骨自体は硬い魚なので、この真ん中のね背骨に当たれば、あとは骨に沿って包丁をスライドさせれば自然と身は切り開けますので、お腹側と背中側に包丁が入りましたら、あとはねこの真ん中でつながった部分を外していくといった作業ですかね。当然ながらねこの中骨につながっているあばら骨も硬くて切りづらいので、ここはねさらしなどで尻尾をしっかりと掴んで、多少ね力を入れながら身を切り離すと。そうでね、ちょっとここにね今回血合いが残ってしまっているんですけれど、身を水洗いした際に、洗い流しておいた方が身にね血が残らないので、これはちょっとあまりいただけない魚のおろし方ですかね。反対側の身もおろしていきます。この作業自体はね通常の三枚おろしと同様で、最初の一太刀目だけね鱗が身に入らないようにという点と、あと鱗を切り進めるのでちょっと力のね加減が難しいですよと。最初の一太刀さえ入ってしまえば他の作業はね通常の三枚おろしと同様ですね。中骨のラインまで包丁が入りましたら、腹側に包丁を入れてといった形ですね。こまめにね包丁に残った鱗を掃除しながら作業をするような場合は、こんな感じでねさらしを右手に置いて、さらしで包丁を拭きながら作業をすると効率よく進めることができますかね。お腹側も中骨のラインまで包丁が入りましたら、あとは、身を切り離すだけと。ここのね、あばら骨を断ち切る作業が非常にね力のいる作業でして、これをねそのままこう、尻尾を掴んで包丁を抜いてもいいんですけれど、もしねタイだとかアマダイだとかこのあばら骨が硬い魚の場合は、こう抜くのではなくて、ちょっとね、左手でお腹の身を持ち上げながらあばら骨を一本一本断ち切るようなイメージで作業を進めていくと、比較的ね安全に作業を進めることができますかね。包丁の切っ先を使ってあばら骨を一本一本こう折っていくようなイメージですかね。裏の身も外すことができますよと。ただここっすよね。このあばら骨を一本一本こうブチブチっと断ち切っていくといったイメージで裏の身は下ろすと良いのかなと思いますかね。続いてこちら身に残ったあばら骨を包丁で透き取っていきます。この際にね包丁が入る場合はこちらから包丁を入れてしまっても良いんですけれど、中骨が硬くてねなかなかここから包丁が入らないなんて場合は、一度逆さ包丁でねこういった形であばら骨を浮かせてから包丁を入れていくと作業しやすかったりしますんで、この辺はね作業しやすいように、あばら骨を透き取ってくださいと。こういった形であばら骨を透き取りましたら、続いて、この血合いに残った血合い骨ですね、骨抜きを使って抜き取っていきますと。こういった作業をしている際もどんどんね鱗が剥がれてまな板の上に鱗が飛び散り、身の上に鱗がつきと、こういった状態になりますんで、もう見つけたらねこまめに鱗は取り除くようにして、作業を進めていきますと。あばら骨と血合い骨を処理しましたら、
次に身に塩を振って身の水分をうっすらと抜いていきます。小肌などはね、塩を振った後に水で洗い流してしまうんですけれど、アマダイの場合は、塩を振ってそのままね調理をしていくので、あまり強めに塩は振らずにうっすらと塩を振って、この塩気で魚を食べるようなイメージっていうんですかね、味付け程度に塩を振って、ここにこういった形でペーパーを当てまして、このまま冷蔵庫で30分ほど寝かせて身の水分を抜いていくと。これね、鱗の方にはね塩を振ってもいいとは思うんですけれど、僕はね鱗側には塩を振らずに、冷蔵庫で保存するようにしています。アマダイの身から水分が抜けて、十分ペーパーが水分を吸収しましたら、身を切り分けて焼いていきます。身を切る時のポイントは、この鱗がついているので、皮目からではなく身側から切り分けるという。ここでね包丁を引きながら切ってしまうと鱗が剥がれてしまうので、包丁は上から押さえつけるようにして鱗ごと切断していくといったイメージですね。好みの大きさに各自切り分けて、それから焼いていってくださいと。通常はこういった形で縦に順々に切っていく切り方が一般的かとは思うんですが、僕の場合は尻尾の身の厚さが均一な部分はこのように縦に切り分けていくんですが、こちらの腹っぺり、あばら骨の入っていた身の薄い部分、この部分はこの部分で別でおせんべいのようにして、揚げ物にして食べようかと思いますんで、ある程度身の厚さの取れるところ2切れ程度を取りましたら、この血合いの位置で半分に渡してから調理するようにしております。この部分はね、唐揚げなどにするとバリバリという食感がね非常に心地いいおつまみになりますので、こういった形で切り分けて、こちらの身の厚い部分は焼き物に回すようにしておりますかね。ちなみにね、鱗付きの焼き物は松笠焼きと若狭焼きという2種類あるんですけれど、その2つはね実は微妙に違いがありまして、松笠焼きというのはこのね鱗を立てて松ぼっくりに見立てた焼き物だから、見た目がね鱗がこう逆立った仕上がりになるんですけれど、若狭焼きというのはね逆でね、この鱗をいかに立てないように調理するかというところがポイントでして、松笠焼きとね若狭焼きって一緒だよっていう人もいるんですけれど、厳密には、松笠焼きは鱗を立てた焼き物、若狭焼きは鱗を立てずに焼いた焼き物と、いった差があったりしますかね。ただね、この辺は料理する人によって解釈の違う部分ではあるので、お客さんに押し付けるか、思ったようにね美味しく食べていただければ、呼び方はどうでもいいと感じるかはそのね作り手の感性次第なので、僕はねお客さんが美味しいと言ってくれれば松笠焼きでも若狭焼きでもねどちらでも構わないという考え方ですんで、料理人さんによってちょっと感性の出るところではありますかね。アマダイの身を切り分けることができましたら、いよいよ焼いていきますと。アマダイを焼く際はまずね焼く前に身に串を打ちまして、そこから、焼き始めます。これはね、この後の作業を見ていただければわかるかと思うんですけれど、最初にね高温の油をかけて鱗を逆立たせてから焼くという工程を挟みますんで、その際にねこういった串を打って何かねボウルか何かに油を受けるようにすると作業がしやすいという意味もありまして、串を打ってから焼き始めますと。串を打ちましたら、鍋に油を入れまして、油を高温に温めていきます。だいたいね油が190度前後に温まりましたら、ここからこの高温の油をアマダイの皮目にかけて鱗を逆立てるようにしますと。作業としては
非常に危ない作業なので気をつけながら作業を進めてくださいと。十分に油が高温であれば油をかけた隙からこのように鱗が逆立ちますので、もしね油をかけても鱗が逆立たないようであればもう少し油を温めてから甘鯛にかけるようにしてくださいと。この際にねあまり何度も油をかけすぎると身全体が当然ながら油っこくなってしまうので、なるべくね油をかける回数は少なくて済むようにしっかりと油を温めてから、甘鯛にかけるようにしてくださいと。こんな形でね逆立った鱗がうっすらと白く色づく程度を目安に油をかけてください。このままだとどうしてもね身が油っこくなってしまいますので、一度身についた油をこういったねペーパーを使って拭き取りますと。このね鱗の間に入り込んだ油についてはペーパーで拭き取ると鱗がボロボロ落ちていってしまうので、逆さにして焼く際に自然に油が滴り落ちるのを待つと。ここでねうっすらと身に塩を振りまして、そこから焼いていきますと。もしね身を寝かせる前に十分に塩味をつけているのであればこの塩は必要ないんですけれど、3枚におろした後に振った塩が、薄めでもう少し塩気が欲しい場合はこの段階で塩を振り、ここから、焼き始めていきますと。家庭の場合はねこのままオーブンに入れて焼くのでも十分だと思いますので、火元を確認しながら程よい焼き加減に焼き上げてくださいと。鱗に軽く焼き色がつきまして全体に火が入りましたら、松笠焼きの完成ですと。串を打って焼いた焼き物は串を抜く際はね、軽く身を押さえながら、この松笠焼きの場合はね鱗の面を押さえるとせっかくの鱗が剥がれてしまうので、鱗のない面を押さえながら串をこう左右にくるくるっと回しながら、抜いてくると、この焼きの形を崩さずに、串を抜くことができますので、よかったらね、試してみてくださいと。適当な器に焼き物を盛り付けて、あと添え物ですね。添え物はね何かさっぱりするような、柑橘類なんかは一般的ですし、あとは季節のものだから今春先ですけど、春先だったらそら豆のおひたしなどを添えてもいいですしと、彩りと、さっぱり感と与えるようなものを添えるのが良いのではないでしょうかと。鱗の食感が非常に心地よくて、僕はね大好きな料理ですんで、機会がありましたらぜひぜひお試しくださいませと。以上でございます。